池田真子です。今回は100均マニアが選ぶセリアの購入品を紹介していきます。今回はキッチン周りで使える新商品を中心に買ってみました。これ100円でいいのって思うようなものだったりとか、マルチに使えるものもあるので、ぜひお買い物の参考にしてください。で、今日はこの撮影の前に美容院に行ってきたんですけど、皆さんは美容院って普段どれぐらいの頻度で通っていますか？はい、では早速紹介していきます。まずこちら、伸縮式水切りラックです。はい、本体はこんな感じでシンプルなグレーのラックになっています。で、こちら引っ張ると伸縮ができるようになっています。はい、こんな感じでしっかりと伸びました。で、こちらを使うことで食器を立てられるので、それで水切りができて乾かしやすくなるっていうような商品になっています。私これ買った時はこの上に食器を置いて乾かしたりとか乾かす場所を増やせるようなものなのかなって思ってたんですけど、ここにお皿とかを立てるような感じで差し込んで使うっていうことですね。ここが皿立てとか茶碗置きになっていて、でこの四角い部分、ここにお箸やスプーンを立てるみたいです。だからこれ買った時はシンクのこの上のところにこうやって箸のような感じで置くんかなと思ったんですけど、キッチンタオルとかの上にこちらを置いて食器を乾かすことで小スペースに食器を置くこともできるし、さらに立てられることで乾きやすくなるっていうようなものですね。こんなものが100円で買えるっていうのもすごくないですか？でしかも使わない間はさっきみたいにこんな感じでコンパクトにしておくことができるので、どこかに収納するにしてもかさばりにくいです。こんな感じでどこかに立てておいても良さそうですよね。その日の食器の量に合わせて伸縮して使えるっていうのが便利だと思います。はい、洗い物に便利なものがもう一つありました。こちら、ミニ水切りかごです。トレイ付きになっています。これはもうセットで100円で販売されています。はい、商品はこちらです。白いかごとグレーのトレイが入っています。で、これはもう本当にシンプルな水切りかごになっているので、こまごましたものをここに置いて乾かすことができます。こちらは大きい水切りかごを出したりとか食洗機とかにするほどじゃなくって、もう本当にちょっとだけ洗い物が出たっていう時にこういうのがあるとパッと出して乾かすことができます。他にも洗い物が多い日って結構こまごましたものが増える時もあると思うんですけど、そういうものをまとめてここに入れておくっていうこともできます。お弁当箱や水筒の小物って結構分解していくといろいろなくしやすかったりすると思うんですけど、そういうこまごましたものをここに一つにまとめておくとなくす心配も減らせます。あとこちらトレイ付きになっているおかげで別でキッチンタオルとかを用意しなくてもいいので、使いたい時にすぐ使えるようになっています。はい、続いてこちら、マルチ計量カップです。はい、こちらは一つのカップでいろんなものを測ることができるようなカップになっています。はい、カップ自体はこんな形です。なんかちょっとおにぎりみたいな感じですかね。ちょっと丸みも三角みもあるような感じです。で、ここに計量カップとして使えるようにメモリが書いてあるのと、あとは多機能ということで、これ反対側に向けて使うこともできます。で、ここにも線があるので大さじ小さじを測れるようになっていたり、ちゃんとこの注ぎ口もついていますね。で、これ一つでお米1合分のカップになっているので、お米を測ったりお水を測ったり、さらに大さじ小さじも測れるっていう、一つ持っておくとすごく万能です。あとはどちらに向けてもしっかり底が安定するようになっているので、その何か測るときに反対の手で押さえる必要がないっていうのもいいなと思います。触った感じも硬すぎずですごく扱いやすいと思います。
はい、続いてこちらシリコン両端ヘラです。はい、こちらはもう見ての通り両端ヘラになっているので、これはもう一石二鳥ですね。はい、このように片方は細長いヘラになっていて、もう片方はもう少し広くてちょっとこう角に丸みがあるような形になっています。でこれによってボウルの丸みにフィットしやすくなっています。これがあれば何か食材を混ぜたいっていう時もさっと使えるし、容器が小さい場合とかちょっとしたものを混ぜたいっていう場合はこの反対側を使えるので、2本用意しなくていいっていうのが便利ですね。シリコン素材で先の方は結構柔らかめになっているので食器も傷つけにくいです。さらにこちらはつなぎ目がない仕様になっているので、どこかにこう食材が詰まったりとかなんか液体が詰まったりっていう心配もないのもいいなと思います。色の濃いものに触れると色移りする可能性はあるので、それだけ気をつけてください。はい、続いてこちら置いて測れる計量スプーンです。計量スプーンっていうと結構カップの部分が丸い形のものが多いイメージなんですけど、こちらは結構底がちょっと角があるというかお鍋みたいな形の計量カップになっています。はい、本体こちらです。でこちらは横から見るときにこのカップの反対側もこのテーブルの上につくようになっているので、これで安定して液体を注げるようになっています。で横にメモリがついていて 5mm から 30mm まで測れるようになっています。でこのカップの横には注ぎ口があったり、この持ち手部分の裏がシリコン素材になっていて滑りにくくなっています。結構液体を入れる時にちょっとこう斜めに勢いがついたりとかなんかちょっと触れたりとかするとこのカップが動きやすかったりすると思うんですけど、これはこのシリコン素材のおかげで滑り止めにもなりそうですよね。持ち手部分はフックにかけて収納できるようになっています。はい、最後こちらです。レトルトパウチ絞りを購入しました。はい、商品はこんな形です。なんか横から見たらブーツみたいですね。でこちらはこの間に隙間があると思うんですけど、ここにパウチを差し込んでこちらを押しながらスライドをすることでパウチを絞れるっていうような商品になっています。はい、今力を入れていない状態だとしっかり隙間があるんですけど、これでしっかり挟むと隙間が狭くなります。でもこれ端の方だけ持っちゃうと意外と真ん中の方は隙間がそのままになってしまうので、極力この真ん中の方も押さえながらスライドするのが良さそうです。結構パウチを手で絞ろうと思うと絞りきれなかったりしたりとか、結構後から見たら意外と中に残ってたりっていうこともあると思うんですけど、こういうのを使うとしっかりとこうまんべんなく力を入れられて端の方からこう全体的に絞り出すことができそうです。で使った後はこの先がちょっと広くなっているのでこのまま立てて置いておくこともできるし、フックにかけて収納することもできます。なのでパウチの食品の近くに一緒に保管しておくか、もうキッチン周りのすぐ手の届くところとかにかけておいても良さそうですね。気になった方は探してみてください。ということで今回はセリアの購入品を紹介しました。商品名は概要欄にもまとめているのでそちらからもご覧ください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。では池田真子でした。バイバイ。